本当に二の腕が、5センチ減りました。細くなりました。で、まだまだね、ちょっと目標には達してない。まだ太いんですけど、ミラクル、ときめく、深まる。皆さん、こんにちは。ミラクル見習い中のなぎさです。はい、今日はなんと一人でお届けすることになりました。今ですね、新型コロナウイルスの影響で、ステイホームということで、前回ですね、宇宙っぽい感じでお届けしたんですけど、今回は家からお届けすることになりました。はい、なかなか東京にも行けない日々で、家からできることをいろいろ探して試行錯誤している毎日なんですけども、先日はインスタグラムでココリさんとライブ配信をしたり、他の人にも出ていただいたり、私もできることをいろいろ探しながらやっているような状況です。皆さんはいかがお過ごしですか？水亀座の時代になるよという、風の時代になるよというお話をした時に、脳に余白を作るセルフケアがありますと、それを皆さんにお伝えしますというふうにお話ししました。今日はそれをですね、一緒にやっていきたいなと思うんですけれども、時一つだけお伝えしたんですよ。あと3種類ほど皆さんと一緒にやってみたいなと思ってます。前回の動画で風の時代になってかなり大きな世の中の変化が起こりますっていう話をしたんですけども、私自身もですね、最近大きなシフトをしまして、脳級セラピストっていう肩書きから、デスクワークがメインになったんですね。で、その脳級セラピスト時代にいくつか本を出させていただいてて、これもそのうちの一つだったりするんですけど、脳疲労を手のマッサージに取りましょうという本ですね。こういう本も出させていただきました。この本の中からメインになっている親指をほぐすという手法を、宇宙スタジオの現場の方からどうぞ。リラックスしないと人間って、休息、あと回復ができないんですよね。もうそもそもそういう大前提があるんで、そういう空白の時間だったりリラックスする時間って本当に大切で、もし自分がそれできてないなっていう方におすすめのやり方があります。ぜひ教えてください。何をすればいいんですか？はい、一番おすすめでお手軽なのは、手をマッサージすることです。手をマッサージする。はい。はい。脳って手とすごく密接につながっていると言われています。で、皆さんの手の形見てみて、ちょっと力入ってるなとか、ギュッとか握りしめてるなってなると、やっぱ緊張してるってことですし、脳が緊張してる。はい。手が緊張してるってことは、気持ちが緊張してるってことになると思うんですね。で、手を緩めますっていうだけでもいいんですけど、そういうのもできないなっていう方は、手をほぐすのをやっていただくといいんですけど、その中でも一番脳のケアにいいのは親指です。親指をほぐしてください。はい。どんな風にすればいいんですか？普通にこうやって押すのでもいいですし、あとは爪が長いよっていう方は、親指をちょっと鍵手みたいにしていただいて、ここでこういう風に。なるほど、なるほど。はい。ここで、この関節のところで、90度に曲げた関節のところ。はい。親指を爪側からちょっと押さえてもらって、ぐーっと指先の部分に立ってほぐすと、はい、フリクションってやり方なんですけれども、こういうふうにほぐしてもらったりとか、あとはフリクションペンってあるじゃないですか。あれの後ろ側消す部分ですね。そこでキュッキュッと押さえたりとか。それでフリクション？違います。語源は一緒ですね。こするっていう。こするっていう。はい、フリクション。そういうグッズを使ってもいいので、ことあるごとにちょっと親指をほぐすようにしていただくと、親指っていうのは脳の反射区って言われてるので、もうこれを癖にしていれば脳に余白ができて、水亀座さん的な自由な発想をのびのびとする、準備が整うみたいなイメージですね。ありますね。はい。考え事をしちゃうとか、頑張りすぎちゃうとか、そういう方はこうやって親指を揉んで少しリセットしていただくのもいいかなと。いいですね。
ぜひやりましょう。はい。やりながら話す。もう前回宇宙スタジオからお伝えした内容を今見ていただいたんですけれども、私自身も、脳級セラピストとして活動していた時代から比べれば、今はほとんどデスクワークがメインなんですね。それはその水亀座の時代が来ますよっていうことを、占星術とかの情報として知っていたっていうこともありますし、あとは自分の実感覚として、ちょっともうそろそろシフトしたいなと思ってそういう、行動に出たっていう状況があるんですけど、セラピストからデスクワークメインになって疲労をケアしなきゃいけないなって気持ちが強くなりました。もうずっと一日中机に座っていたりするので、ちょっとなんか体にも脳にも疲れが溜まりがちだなっていうふうに思うようになったんですね。で、セラピストをやってた時代よりもより意識して自分の体のケアをするようになりました。この水亀座時代を、皆さんが軽やかに自由に本物のセルフイメージを追求するために脳に余白を作りましょうということになった時にお伝えしたいコツがあります。それは、セルフケアをする時、ただ物体として物理的にほぐすということではなくて、一番大事なのはリラクゼーションです。リラックスすることになります。ふわふわっと本当に宇宙遊泳するような気持ちで、なんか物としてほぐれればいいからゴシゴシゴシってなんとなくやったりとか、あとは硬いのをほぐさなきゃっていう意識が強すぎてゴリゴリしたりとかっていうんじゃなくって、ふわふわっと気持ちいいなっていう感じでやってもらうのが一番いいんですね。で、そうすると、セロトニンという脳疲労をケアするための物質も出やすくなりますし、あとは自律神経の副交感神経というリラックスするためのスイッチが入りやすくなりますので、皆さんもぜひ、セルフケアをするときには、ふわふわっと、クラゲのように宇宙に漂っているように、そういうイメージでやっていただくといいと思います。よく力加減について質問されるんですけど、実は力加減はなんか弱くても大丈夫です。どちらかというと強すぎるより弱めぐらいの方がおすすめです。で、次にお伝えするのは、腕をほぐしていくテクニックになります。この、リモートワークやデスクワークが増えてくると、パソコンの作業とかが多くなりますよね。そうすると、肩が凝ったなとか、なんかちょっと首が痛いなとか、そういう症状が出てくる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう時にも腕を回してほぐすっていうのはすごくおすすめなので、それを皆さんと今からやってみたいと思います。で、まず腕をぐるぐる、なんとなくもう手の力を抜いて回してみてください。左右に回してみてくださいね。で、こうしながら腕の筋肉を軽く掴んでいきます。反対の手で。だいたい3箇所ぐらい掴んであげるといいと思う。軽く掴みながら腕を回します。パソコンの作業が多い方の場合は、指を使っている、この指を上に持ち上げるっていうんですかね。パソコンをタイプする時に使う筋肉っていうのは、この腕の甲側にあります。ですので、指を動かしてもらうと、ここの甲側の、手首から肘の間がピクピクって動くのがわかると思います。実は、手の甲ではなくって、この、腕の部分で手を動かしてるんです。甲側のところを割としっかり捕まえてあげて、でぐるぐると回していただくといいと思います。動いてるなっていうのを感じるぐらいですね。あんまり強くなんていうか握りすぎると逆効果になってしまいます。あまりほぐれないっていうことになりますので、結構ふわっと握ってるぐらいがちょうどいいかなと思います。手を回してみてください。物を持ったり、例えば子供を抱っこしたりとかするような作業が多い方っていうのは、手の平側ですね。この腕の筋肉が割と疲れていたりしやすいので、そっちを意識してもらうといいと思います。で、なんとなくね、最初は、コリコリしていたり硬かったりする感触が強いと思うんですけど、だんだんほぐれてくるとふわっと柔らかい感触があるのが分かってくると思いますので、そういう感じも感じながらほぐしていただくといいと思います。腱鞘炎になりやすい方も、手首から肘の間ですね、この筋肉をほぐしておくとすごく指が軽く動くようになりますし、予防にもなりますので、ぜひお試しください。
で、あとですね、肘から肩までの間ですね、ここも回していただくと、ここら辺の筋肉っていうのは結構肩こりの緩和とかにもおすすめのポイントになります。あとはむくみですね。なんか顔とかあと手とかがむくむっていう場合にもおすすめのポイントになりますので、ここも持っていただいてほぐしていただくといいと思います。反対側の手で押さえる場所によってほぐれるところが重点的になりますので、変わっていきますので、例えば肩甲骨周りが凝ってるなっていう方の場合には、この肩甲骨周りのところを押さえていただいて回していただくと、意外とこの肩甲骨の周りもほぐれます。腕の筋肉っていうのは結構立体的に重なっているので、あんまり、外からですねギュッギュッて押さえてもあまりほぐれないっていう面があるんですね。なんですけど、関節を動かす、回していくっていう動きを加えることで、奥の筋肉もほぐれていきますし、血行もリンパの流れも良くなりますので、脳疲労が強い方っていうのは多分手にねすごく緊張が現れてるんじゃないかなと思うんですよ。ギュッと握りしめてたりとか、朝起きた時になんか変な方向に曲がってたりしびれてたりとかっていう症状がある方が多いんですね。緊張が伝わりやすい方も、もしかしたら、ちょっと楽になると思います。をやって、別の本で二の腕のぷよぷよがなくなる本という PHP 出版さんから出させていただいた本があるんですけど、本当に二の腕が、5センチ減りました。細くなりました。で、まだまだね、ちょっと目標には達してない、まだ太いんですけど、そうやってむくみやこりが緩和されていくということによって腕痩せ効果もありますので、ぜひ皆さんお試しください。反対側も同じようにほぐしていきましょうね。手を掴んで手首を回していきます。首を回して首のこりをほぐしていくというやり方です。首はですね、自律神経にも密接な関係があるって言われていて、緊張するとすごく硬くなりやすい場所ですし、脳に疲労が溜まってきてもすごく凝ったりとか、痛くなったりとかしやすい場所だと思います。で、首をほぐすときにポイントとしては早く動かさないで、割と首の重みでゆっくり回すようにしてみていただくってことですね。で、あとは自分の筋力を使ってぐるぐるって回すんじゃなくて、重みを生かしていただいて、重みで回すようにしてみてください。で、しっかり回していくと、例えば首を下に下げた時に背中の方までギュッと引っ張られる感じがあると思うんですよ。その感じわかりますかね。あとは首を斜めに倒した時にこの肩甲骨から引っ張られる感じがあると思うんですよね。そういう今筋肉動いてるなっていうのを感じながら、ゆっくりとぐるぐる回していきます。もう本当にできれば30秒ぐらい一周回すのにかけていただくくらいゆっくり回していただくといいと思います。そうするとね、回すっていうことで筋肉が刺激されて、だんだん柔らかくなってきて血行も良くなっていくので、反対側も回してみてくださいね。はい。で、首の疲れを取っていきます。で、首がね楽になるとすごくね、この肩周り血が巡ってくる感じがわかると思います。で、最後にですね、ヘッドマッサージをやりたいと思います。皆さん自分でやりやすい場所なんでやったことあると思うんですけど、ランダムでいいです。部位いろいろ凝りやすい場所とかもあるんですけど、まずはランダムに大きく回していくっていうのが一番簡単なので、そういうやり方をお伝えしたいと思います。頭皮のところに、硬さやむくみやそういう疲れのサインが出てきている方もいらっしゃったりするんですね。で、硬かったりむくんでたりっていうのをちょっと解消してあげると、やっぱりすごくよく眠れるようになりました、疲れが解消しましたとか、そういう声を聞くことが多いです。寝る前とかちょっと疲れたなっていう時にやっていただくといいと思うんですけど、まず指の腹をですね使って頭皮をなるべくしっかり頭皮に密着させます。本当に自然に広げた形でこのまま頭皮に掴んでいただくといいと思うんですけど、なるべくですね
ぐさってしてギュッギュッて回すというよりかは、ふわっと掴んで吸い上げていただくような感じですかね。頭皮を吸い上げる感じです。吸い上げていただいて、で、吸い上げたなと思ったら、その掴んでるの離さないでそのまま回すという感じです。で、私はですね、結構常日頃ほぐしてるので、こうやってやると結構回るんですけど、回らない、すごい硬いカチカチだっていう方の場合には、ちょっと手を小さく使っていただいて、小さくね、ほぐしていただくといいと思います。で、小さく細かくほぐしていくと、だんだんこの頭皮と骨の間にですね、隙間というか、柔らかくなってきて、ほぐれてくるんじゃないかなと思います。考え事が多い方の場合は、できるだけ頭のてっぺん、頭頂部からおでこのあたりですね、ほぐしていただいて、目の疲れが多いよっていう方は、後ろですね、耳の後ろ側ラインほぐしていただいて、で、なんかちょっとイライラしたりっていう方はですね、耳の周りのあたりとかも硬くなってるかもしれないので、その辺をほぐしていただくといいと思います。で、この時ももう親の肩きのようにグリ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 ってやると、実は逆効果になってしまったりします。物理的には柔らかくなっても、それが、脳に余白を作ることにはつながらないんですね。やっぱり一番してほしいのはリラックスすることと、セロトニンを分泌する、気持ちいいなと思っていただくっていうことなんで、その部分をですね、イメージしながらやっていただくと、だんだん心も体もリラックスしていただけるかなと思います。脳に余白を作ると、要するに、気持ちにも余裕ができて、本物のセルフイメージを追求しやすい状態が整う、準備が整うっていうことにつながってくるって話をね、2人でしてましたので、ぜひ皆さんも体のケアっていう部分からも、そういう水亀座時代を迎える準備を進めていっていただいたらいいかなというふうに思います。もうそろそろね、緊急事態も解除されそうなタイミングではあるんですが、もうしばらくは家からできるような配信をすることになると思いますが、前回のインスタグラムライブ、ココリさんとのインスタグラムライブがすごく面白かったんですよ。それで皆さんからのリアクションもすごく良くて、いや本当になんか私講座とかいろんなお話し会とかココリさんといろいろ企画をさせていただいてるんですけど、まだまだ引き出しが多いっていうか、面白い話がたくさん聞けそうだなと思いますので、皆さんもインスタグラムの方も私かココリさんのアカウントをフォローしていただくと、ライブ配信してますよってお知らせが行くようになると思いますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そしてまた、この YouTube でもですね、役に立つミラクルの話をいろいろしていきたいと思います。特に水亀座時代になって、よりこうやって電波を通じて、皆さんにお届けすることがすごく有意義になってきているんじゃないかなと思いますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それとココリさんの方でもいろいろ LINE アットとかメルマガの企画をなんか考えていらっしゃるそうなので、ぜひ皆さんそちらの方もチェックしてみてくださいね。はい、それではありがとうございました。さようなら。